こんにちは、ふるちゃんです。今回は2月28日から開催されるバンガサプライズガチャあだ桜の夜明けの3キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、平子真司です。平子真司は力属性となっており、キラーは無所属キラープラス、ソウル特性は強攻撃クールタイム 14% 短縮になります。すべての攻撃に支配プラスを持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、強攻撃範囲アップ 20%、敵ガード無効、赤攻撃無効貫通を持っています。さらに EX アクション高確率試合プラス付与攻撃がついております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。すべての攻撃に試合プラス付与を持つので、試合状態にした敵から攻撃を受けず、敵を同士討ちにさせることができます。また、状態異常プラスの効果により、他の状態異常と重複して試合プラスをかけることもできます。その他にはアビリティ、敵試合状態時全ダメージ 100% アップや、状態異常付与時一定時間冷圧 80% アップを持っています。加えて、条件がなく味方も強化できるチームパーティー敵状態異常時全ダメージ 20% アップを持つので、試合状態にした敵に強烈なダメージを与えられるのが特徴です。それだけでなく EX アクション高確率支配プラス付与攻撃では、自身を中心とした変範囲の攻撃を行い、通常攻撃や強攻撃よりも高確率で試合プラスを付与できます。これによって体力が多い敵に対して EX アクションを発動して試合プラスの状態にすれば、攻撃を受けることなく効率よく敵を倒すことができます。また、一部のクエストには攻撃を受けてもひるまないスーパーアーマーという特殊能力を持つ敵が出現します。平子真司はアビリティ、バトル以外限定、敵スーパーアーマー無効を持っているため、そのような敵に対しても敵をひるませながら攻撃を行うことができます。最後に無所属キラープラスを持つので、無所属キラー赤攻撃がダメージアップするルールのグループバトルで大いに活躍するのも特徴です。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は目の前に敵を集めて攻撃します。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃です。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技暁の花嵐です。バレてへんと思ったんか。ほなサインなら。以上、平子真司でした。続いては毒ヶ峰リルカです。毒ヶ峰リルカは心属性となっており、キラーはクイーンシーキラープラス、ソウル特性は通常攻撃ダメージ 35% アップになります。強攻撃2に強化技を持つ赤攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、クイーンシーダメージ軽減 20%、クイーンシーからのダメージ回避 50% を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。強攻撃2に強化技を持ち、アビリティ、強化技効果アップ、強化技時間延長によって自身を含む仲間全員の殲滅力と耐久力を強化できます。また、ソウル特性通常攻撃ダメージ 35% アップはアビリティ通常攻撃ダメージ 75% アップと合わせて通常攻撃ダメージ 110% アップとなるため、通常攻撃火力に優れている点も特徴です。その他にはパッシブスキルクイーンシーダメージ軽減 20%、クイーンシーからのダメージ回避 50%、アビリティ
敵ダメージダウン 16% を持っています。加えて強化技により防御力も向上するため、敵からのダメージを抑えて戦い抜くこともできます。最後にウィンシーキラープラスを持っており、アビリティグループバトル時通常攻撃ヒット数アッププラス2だと、グループバトルで強化される能力も多く持っています。これによってウィンシーキラー赤攻撃がダメージアップするルールのグループバトルの非操作キャラで進化を発揮する貴重なキャラクターとなっています。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は自身の周りを含めた前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを中心とした遠範囲攻撃です。こちらは強化技となります。そして強攻撃3です。強攻撃3は前進しながらの攻撃となっております。最後に必殺技仰ぐ溺れ桜です。以上、毒ガミネリルカでした。続いてはひなもりももです。ひなもりももは技属性となっており、キラーはエスパーダキラープラス、ソウル特性は体力最大時限定、通常攻撃ダメージ 40% アップになります。強攻撃2にバリア、強攻撃3に回復技を持っています。それ以外の攻撃に裂傷及び侵食を持つ青攻撃タイプの通常攻撃特化となります。また通常攻撃で解放されるゲージを持ちます。ゲージ解放時には通常攻撃ダメージアップ 100% と通常攻撃ヒット数アッププラス1が発動します。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、体力最大時限定、通常攻撃ダメージアップ 40%、敵ガード無効、青攻撃無効貫通を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。通常攻撃で発動するゲージを持ち、ゲージ解放時効果、通常攻撃ヒット数アッププラス1、通常攻撃ダメージ 100% アップが発動します。さらにアビリティ、バトル以外限定、クエスト開始時ゲージプラス 70% や敵撃破ごとにゲージ上昇によりゲージ解放を素早く行えるため効果力を発揮しやすいキャラクターとなっております。その他には強攻撃2、強攻撃3以外の攻撃で裂傷状態と侵食状態を付与できます。そのため体力を奪い取って回復しつつ継続ダメージを与えることができます。そして敵の状態以上強攻撃必殺技を封印することも可能です。それだけでなくソウル特性体力最大時限定、通常攻撃ダメージ 40% アップとパッシブスキル体力最大時限定、通常攻撃ダメージ 40% アップを持っています。そのため敵を侵食状態にすれば体力最大時の効果を保ちやすくなって高いダメージを与えることができます。また強攻撃2のバリア技とアビリティバリア発動数アッププラス2により仲間全体を複数枚のバリアで守ることができます。加えて強攻撃3の回復技とアビリティ回復技効果全体化回復技効果アップにより体力を回復できるのでサポート力の高いキャラクターとなっています。さらにそれだけでは終わりません。パッシブスキル敵ガード無効青攻撃無効貫通とアビリティ潜伏無効化 100% スーパーアーマーを持つため様々なクエストで快適に戦うことができます。最後にエスパーダキラープラスを持つ通常攻撃特化型なのでエスパーダキラー青攻撃がダメージアップするルールのグループバトルで非操作キャラとして活躍できるのも特徴です。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は
敵を押し込む前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃です。こちらはバリアを発動します。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。こちらは回復技となります。最後に必殺技花衣です。あと少し。きれい。以上、ひなもりももでした。番傘プライズガチャあだ桜の夜明けのキャラクター紹介でした。新キャラクターは2月28日から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。